にちは。今回は筋肉マンパーフェクトオリジン編第1話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。いかん、涙が出るくらい出来が良い。ケチのつけようがない。本当にありがとう。一番良かったわ。アタッチの雄たけびって竜巻消したりあやつも食らいたくないほどの威力だったんだね。グロいシーンも結構そのままで満足。ジェロニモのやられっぷりが最高だったな。武道といえどもジェロの雄たけびまともに食らったらやばいんだ。人間状態でサンシャインを粉々にするからな。地味だけどチートキャラ。ジェロニモが死んだはずじゃとか言ってると、お前が言うなと突っ込みたくなる。相変わらずジェロニモの扱いがかわいそう。ジェロって確かもう一回怒られるよな。ジャックチーとかに。復活力のすごい強豪超人だから仕方ないずだと思うよ。っていうか小野賢章、超売れっ子なのによくジェロニモ役受けてくれたな。ありがとう。事務所のおっさんが筋肉マン世代とか、本人は他のおっさん声優と違って谷間の世代なんだけどな。でもこの先大化けする可能性あるからね。未知数の男がジェロニモ。檜山のダルメシアンマンの声の存在感っぽい。一戦で死ぬのに。檜山信之のイキリキャラ最高だな。メインで喋らすにはこの上ない適任。良い声すぎるから。オメガ編や超新編で出番あるならぜひお願いしたい。マリキータマン役とかどうだ？アトターボ面がかなりいい感じと思った。ちょっとストブの声がイメージと違うな。あれがザマンの声だと思うと違和感あるわ。個人的にはジヒエンマストロングザマンは源田鉄章だったんだがな。今思うとザマンめちゃくちゃ喋るな。大塚明夫が真面目にブロロロロ言ってるのがいいな。ゆで卵はなんでわざわざビッグザブドウと似たキャラにしたんだろう。全くの別デザインでもいいだろうに。1話目の引きにインパクトを与えるためとしか。原作1話はストロングザブドウが降りてくるところで終わったんで。赤ちゃんのコスプレ野郎がパーフェクト超人のエリートとか。第二陣がもういて笑うわ。原作通りだぞ。鎖で縛られた猫はカットか。ネプチューンの声も良かったな。芝かれ吊るし上げは買いそうでなかったが、終盤に存分に聞けるから楽しみ。テリーの横で固まってるオイルマンと知恵のワマンがなんか面白かった。スペシャルマンやカナディアンマンの理想的仲間セムルムにかわいそうだけど笑った。タイヤで背中をガリガリ削られてたのに、スタンプで押したような傷跡になっていて草。タイルマンのお前じゃ無理だ感がすごい。あとなんだかサンシャインに似てる。武道がやった超人パワーを奪うはだって悪魔将軍の地獄の急所封じその8みたいだね。まあそもそも元祖やしな。地方民へ警告。全裸のハゲ親父が出てきます。視聴の際は十分に注意してください。タイルマン、電気マン、カレクック悲惨すぎる。ブーム、スピンオフを通過した後だと、人間カレクックのおっさん面は解釈違いが著しいな。電気マンの便器と大便は生来備わっているものではないということか。あとテリーマン街中でもパンイチなのか。でも以前はスーツ着てたよね。街中であのスタイルはシュールだったな。腰の位置より低い遮断機をくぐってるのもなんか笑った。帽子とパンツだけで街を歩くテリーマンすごい格好だな。しかし改めて見るとテリーマンはイケメンなんだな。反感者で神宮球場を使うほどではないよな。思ったほど入ってないな。やはりアイドル超人がテリーとジェロだけでは厳しいわな。しかしカレクックがカレー振る舞ってたり、知恵のワマンが幕に描かれてるだけで面白すぎだろ。電気マンやカレクックはアイドル超人にいいんだろうか。正義陣営だとはいえ。ミートくんが参加してるアイドル超人はテリーマンとジェロニモだけって言ってたやん。しかし正義超人って数多いだけで使える超人少ないな。悪魔超人とか一応全員それなりに強いのに。若手が育ってないね。ペンタゴンはブロッケンと同期だと思うけどかっこいいし、技も豊富だから正規軍に昇格してやっても良いと思う。テリーマン早速次回から試合か。次回予告で観客入れていて草。見せ物になってるじゃねえか。
超人レスリングは神話の時代から続く由緒正しき決闘であり、その内容の以下を問わず興行の側面があるし、あの世界の住人はレスリング見物に命を懸けるマニアだらけだぞ。女房を室に入れてでも見に行く人がいますね。思ってたより進むペースが遅かった。今週で試合始まって、来週の最後くらいで悪魔超人参戦くらいのペースかと思ってたわ。1クールでパーフェクト第1陣終わるかってくらいのペースだな。気合に入れば原作は数の消化ペースは上がるのかな。あんまりペースまくるとカーメンの出番が10分くらいしかなくなっちゃう。オープニングは押されすぎる感じ。2世並みのオープニングを望むのは高望みか。正直オープニングは宮野の筋肉マン GO ファイトでよかったんじゃないか。オープニングはもっとわかりやすい歌が良かったが、大筋立てるほどでもないな。アニメの出来はほぼ満足。まあ別にオープニングがあれでも内容が面白ければ人気出るだろ。しかしオープニングの作詞森雪之丞なのな。こういう細部にガチ感は宿るからな。やっぱ今回は期待していいんだろう。めちゃくちゃ面白かったよ。期待にたがわぬ完成度に大興奮。今から寝ないといけないのに、こんなに熱くさせてどうすんの。毎週日曜日この時間は筋肉マンアワーで決まりさ。ほぼ原作通りにアニメ化されてて素晴らしい。声はまあ昔の画能内にこびりついたイメージがあるけど、それでも作品を損ねる違和感なくマッチしてる。オリジナルギャグシーンないからテンポよく展開してるのも良い。パンツ&テンガロンハットスタイルなテリーマン。おしゃれ上級者すぎるぜ。全体的に説明口調が多め。まあ1話だしな。強制的に治療させてるというパワーワードよ。しかし超人界も裁判所とかあるんだな。ジェロニモのやられっぷりえぐいよ。あれで生きてるのが丈夫すぎる。パーフェクトオリジン編。第1話はほとんどテリーマンが主役。ナレーションが旧テリーマン。旧の田中秀幸だと奥ゆかしい口調がハマっていたが、今のオノディはキザっぽさが前面に出ていてこれもハマってる。実は最初テリーマンの声はキザっぽいのを予想していたことあるんだよね。ジェロニモのシーンは追加かな。アパッチの雄たけびの凄さがわかるシーンがあるのは、ストロングザブドウが警戒した意味がわかり、良い感じだなと思った。にしても、ラージナンバーズの緊張感パネーな。期待以上の1話だったぜ。めちゃくちゃ良かった。作画の素晴らしさは0話で分かってたけど、ちゃんと大人のアニメになってるし、いや、予想をはるかに上回る素晴らしいクオリティ。これは若い新規のファンも増えるんじゃないかな。無印時代の始まりにあった怪獣や侵略者から人々を守る巨大ヒーローという構図を自然現象や事故から人々を守るヒーローにして巨大化させずに超人たちをヒーローとして描いたのが良い。プロレス漫画だけれどこういう場面ももっと見たいな。パーフェクトオリジン編ゼロ1話と腹ぼてマッスル委員長がかなり目立っていたが、改めて古川敏夫鬼塾塾長の演技の凄さを感じた。旧作の委員長も鬼塾塾長で、そのつながりで選ばれた。いろいろ言われてる2世のスグル王も、古川氏の演技でカバーしていたと思う。筋肉マン直撃世代スタッフが制作しているだけあって、原作に忠実に展開してくれている。旧作アニメと比較して飛躍的に絵が向上しているので見やすい。声優陣も豪華で文句なし。これほとんど価値格でしょ。勢力や情勢がよくわかって助かる。筋肉マンは非成人だから地球の有事にタッチできないかも。って言われてみれば、となる。敵が思いっきり狂気使ってオーバーキルで、必要以上に流血させてるのビビる。休暇取ってる味方が時間差で、次々に駆けつけてくる熱い展開が待ってる。正義、アイドル超人不在の地球に襲来する。パーフェクトラージナンバーズ。その責務を一身に背負いテリーマンが立つ。もうテリーマンがひどい目に遭う予感しかしない。とともに一番に駆けつけるのは誰という期待感もあり、すでにそわそわするのです。シューズの紐が、それは戦いが始まるゴング。渾身の小野大輔、身震いしながら笑ってしまった。オープニングがとにかく熱い。一瞬映るブロッケンジュニアがめちゃくちゃかっこよい。そして作詞は森雪之丞先生。この方もレジェンド超人。
とにかく1話視聴後の我は委員長状態です。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。